こんにちは、東京ベジライフです。今日は日本のスーパーで購入可能な4つのスパイスのみで作れるベーシックな北インドの家庭料理の作り方とポイントをシェアします。インド料理と聞くとバターチキンカレーやタンドリーチキンとナンを思い浮かべる方が多いと思いますが、日本でお家では天ぷらやお寿司はあまりしないように、インドの家庭料理もレストランの定番メニューとは異なります。またインド料理と聞くとたくさんのスパイスを揃える必要があると思われがちですが、今日は日本のスーパーで購入可能なガラムマサラ、ターメリック、クミンシード、唐辛子の粉の4つを揃えれば作ることができるベーシックな北インドの家庭料理をご紹介しながら、美味しくインド料理を作るポイントもシェアしていきます。インド料理と一言に言っても、日本で各地の郷土料理があるように、インド国内でも地域によって使用する食材、スパイス、調理法が異なります。特に大きく北インドと南インドに分けると、北インドではチャパティやナンなど小麦粉のパンを主食とする一方で、南インドではご飯や米粉のパンを主食として、ココナッツフレークやココナッツミルクなどココナッツを多く使うのが特徴です。前回の動画では南インド料理を作る様子をお伝えしましたが、南インド料理は動画でも登場したカレーリーフ、そしてスーパーではなかなか手に入らないブラウンマスタードシードが必要となり、特にカレーリーフは日本で生のものが入手困難なため、気軽に挑戦しにくいと言えるかもしれません。一方で北インド料理はガランマサラがよく使われますが、日本のスーパーでも普通に売っていますし、他にも身近なスパイスで作れるものがたくさんありますので、インド料理に初めて挑戦する方向けと言えると思います。ガランマサラはスーパーでも気軽に手に入るスパイスミックス。何が入っているのか見てみると、いろいろなスパイスが書いてあります。実はガランマサラには決まったスパイス、決まった配合があるわけではなく、レシピは無限大にあるので、複数のブランドを試して違いを楽しんだり、お好みのものを探すのもいいですし、インドの家庭でしているように手作りするという方法もあります。複数種のスパイスを揃える必要がありますが、作り方自体は非常に簡単。すべてのスパイスを弱火で5分ほどからいりしてしっかり乾燥させたら、ミルサーなどにかけて粉末にするだけです。手作りのガラムマサラはやはり市販のものより香りも風味も強く濃いので、ご興味のある方はぜひトライしてみてください。配合は概要欄にリンクを貼ってあるブログの方でご紹介しています。いろいろなスパイスを揃えた時の保存法ですが、スパイスの中には香りがかなり強いものが多いので、匂いが漏れない密閉容器に入れることをお勧めします。ガラス瓶は匂いがつかなくていいですし、空になった茶筒を再利用するのもいいですね。冷暗所や冷蔵庫で保存しましょう。今日まずご紹介するのはダールカレー。インド、特に北インドでは日々の食卓にほぼ毎回登場する、日本でいうお味噌汁のような存在の豆カレーで、インドではシンプルにダールと呼びます。ダールはひき割り豆を指し、黄色いレンズ豆、赤いレンズ豆、緑豆、皮を剥いた緑豆、ひよこ豆などいろいろ種類がありますが、今回は黄色いレンズ豆と赤いレンズ豆をミックスして使います。黄色いレンズ豆1/2カップと赤いレンズ豆1/2カップをよく洗い、15分ほど浸水させておきます。浸水させなくても調理は可能ですが、私は時間があるときはなるべく浸水させるようにしています。かぶるくらいのお水を加え火にかけます。ニンニク1かけはみじん切りに、トマト小2個はざく切りにして、お鍋が沸騰したら加えます。ターメリック小さじ1/2、赤唐辛子の粉少々、塩麹小さじ1を加えて、弱火で30分から40分、お豆が柔らかくなるまで、必要であれば差し水をしながら煮ます。赤唐辛子の粉はインド食材店でチリパウダーを購入するのがおすすめですが、スーパーに売っているチリパウダーはメキシコ料理などに使うスパイスミックスで全く別のものなので注意が必要です。インドのチリパウダーが手に入らない場合は、カイエンペッパーや少し粗挽きにはなりますが、一味唐辛子を使っても大丈夫です。お豆を煮込んでいる間に玉ねぎ1/4個と青唐辛子大半分をみじん切りにします。辛いのが好きな方は青唐辛子の量を増やし、辛いのが苦手な方は中の種を取り除くか、ししとうを代わりに使ってください。フライパンにオリーブオイルを熱し、
クミンシード小さじ1を入れ、クミンシードの色が少し濃くなりいい香りがしてきたら、玉ねぎと青唐辛子を入れ、玉ねぎが色づくまで炒めます。お鍋の中にすべて入れたら、必要に応じて水を加え、さらに10分ほど煮込みます。最後に塩で味を整えれば完成。私は粒が少し残っている方が好きですが、豆を潰してピューレ状にする人もいますし、水気を多めにしてさらっとさせる人もいます。お好みのダールに仕上げてみてくださいね。次にオクラのドライカレーを作りながら、インド料理を美味しく作る基本ポイントを3つご紹介します。北インドではスパイスで調理した野菜のお料理をサブジと言い、オクラの他にナス、大根、インゲン、ゴーヤなど、特にベジタリアン家庭の食卓には身近な野菜のサブジがよく登場します。日本で野菜カレーというといろいろな野菜を入れますが、インドの場合は基本的に野菜カレーは単独が多く、2種類以上の野菜を一緒に入れることはあまりしません。オクラ2袋を適当な大きさに切ったら、油で火が通るまで炒め、トレーなどに出しておきます。玉ねぎ4分の1個をみじん切りに、トマト小1個半はざく切りにし、ニンニクと生姜はすりおろします。インド料理を美味しく作る基本ポイントとして、まず油で丸のままのスパイス、ホールスパイスを炒めて、油に風味付けをします。ここではオリーブオイルにクミンシード小さじ1分の1を加えました。ホールスパイスはクミンシードの他にカルダモン、クローブ、シナモン、ベイリーフ、マスタードシードなどが使われますが、今日ご紹介するレシピはすべてクミンシードだけで作るものになっていますのでご安心ください。ホールスパイスのいい香りがしてきたら、2つ目のポイントとなる玉ねぎのみじん切りを加え、強めの中火で炒めます。インド料理の味付け自体は基本的に塩のみの場合が多く、少し揚げたような炒め玉ねぎの旨味がインド料理の味の重要なベースとなります。玉ねぎが色づくまで強めの中火でしっかり炒めましょう。玉ねぎが色づいたら、ニンニクと生姜のすりおろし小さじ1/2を加え、ニンニクと生姜のいい香りがしてきたら、トマトを加え炒め合わせます。そして3つ目のポイントとなるパウダースパイスを加えて、最終形に仕上げていきます。ここではターメリック小さじ1/2、赤唐辛子の粉小さじ1/4、ガラムマサラ小さじ1/2を使います。パウダースパイスもしっかりと炒めて火を通し、食材に絡めましょう。塩麹小さじ1を加え、全体が馴染んだらオクラを戻し炒め合わせます。最後に必要に応じて塩で味を整えます。ドライカレーは日本人はあまり馴染みがありませんが、後ほどご紹介するインドのパン、チャパティとの相性が抜群です。次に私が個人的に大好きなじゃがいものカレーをご紹介します。こちらは若干汁気のあるカレーになりますが、基本的な作り方はオクラのサブジと同様で、3つのポイントを押さえながら作っていきます。じゃがいも小3個はさいの目切りにし、トマト小2個はざく切りにします。玉ねぎ4分の1個はみじん切りに、ニンニクと生姜はすりおろしておきます。お鍋にオリーブオイルを熱したら、クミンシード小さじ1/2を入れ、色が少し濃くなるまで炒めます。玉ねぎのみじん切りを加え、強めの中火でしっかりと色づくまで炒めます。ニンニクと生姜のすりおろし小さじ1を加え、ニンニクと生姜のいい香りがしてきたら、トマト、ターメリック小さじ1/4、ガラムマサラ小さじ1、赤唐辛子の粉少々、塩麹小さじ1を加えて炒め合わせます。じゃがいもを加え、じゃがいもの頭が出るくらいのひたひたより少ないお水を加えたら、弱火でじゃがいもが柔らかくなるまで煮込みます。お好みでお水を足して汁気を持たせてもいいですし、汁気がなくなるまで煮込むのもありですよ。オクラのサブジと入っているスパイスは同じなのですが、分量が違うので不思議と違った味わいのカレーになります。最後に北インドの主食チャパティを作ります。インド料理の主食といえば巨大なふかふかのナンと思われている方も多いかと思いますが、北インドの家庭で日常的に食べられているのは断然全粒粉を使った平たいパン、チャパティです。
インドではお店でも売っていますが、お家で手作りする方が大多数なので、ぜひ挑戦してみてくださいね。全粒粉2カップに塩小さじ1/4を加え、生地がまとまるまで水1カップほどを少しずつ加えていきます。5分ほどかけてよく練ったら、湿った布巾をかぶせ30分ほど休ませます。ピンポン玉くらいの大きさに生地をちぎってまとめたら、綿棒で薄く伸ばします。ここでできるだけ薄く伸ばすのが重要です。フライパンを弱火でしっかりと温めてから、油を敷かず生地を乗せ焼き始めます。生地の際が反り返り、ぷくーっと小さな空気の穴が見え始めたらひっくり返します。ひっくり返した時に薄く茶色の焼き目が斑点のように見えるといい感じです。すぐに生地のあちらこちらに空気の穴が膨らみ始めるので、フライパンから出し、強火の直火でぷっくりと膨れ上がるまで焼きます。中にポケットができているので、半分に切ってピタパンのように使ってもいいです。北インドのカレー、特にシンプルな家庭料理はこのチャパティと食べるのが一番。今回ご紹介したお料理はそれぞれ私がインドでよく食べていた味をなるべく再現しながら、辛さなど私の好みにアレンジしていますが、ダールもサブジも家庭によって作り方は全く違うので、これが正解というものはなく、お好みの野菜でお好みの味や辛さ、汁気のカレーを追求してみてくださいね。いかがだったでしょうか。今日は日本のスーパーで購入できる4つのスパイスを使って気軽に作れる北インド料理をご紹介しました。インド料理はスパイスがたくさん必要で、作るのがとにかく大変というイメージがありますが、家庭料理はシンプルなレシピのものが多いですし、お家で作れば辛さや油の量を調整できてヘルシーですので、ぜひトライしてみてください。それでは See you next time!